今や日本のトップアーティストの一人となった藤井風。彼の幼少時代から数多くの演奏動画が YouTube にアップされ、現在も視聴可能であることはファンの間では有名な話ですが、デビュー前の藤井風動画をまだ見たことがないという方も多くいると思います。限定公開のものも含めると100本近い動画が現在も視聴可能ですが、今回はその全ての動画を見返した上でガチで衝撃的だったパフォーマンストップ5をランキング形式でお届けします。藤井風による唯一のエレクトーン演奏動画です。12歳当時、ピアノ演奏は正直まだかなり荒削りですが、それと比べてこのエレクトーン演奏は別人のように洗練されていて本当に驚きました。曲はビッグバンドジャズ風にアレンジされた名曲ムーンリバー。特に素晴らしいのが様々な楽器のソロパートで楽器ごとにニュアンスの違いを表現する音楽センスの非凡さ。例えばトランペットソロの部分。トランペットのシェイクという奏法をエレクトーンのホリゾンタルタッチという鍵盤を左右に揺らして音程を変化させる機能を駆使して見事に再現しているのがわかります。トロンボーンのベンドダウンもこのように巧みに再現しています。エレクトーンでここまでブラス楽器のニュアンスを見事に表現した演奏はプロのエレクトーン奏者でもなかなかないレベルです。実は今回のトップ5企画はこの動画を発見したのがきっかけでした。なので当初はこの動画が1位になるかなと思ってたんですが、全動画見返してみた結果5位に。というわけでこの後はさらにヤバい動画が続きます。中学卒業後、岡山城東高校音楽学類に進学し、音楽漬けの日々を過ごした藤井風。この間、YouTube 投稿も休止し、およそ3年のブランクを経て YouTube 投稿を再開します。この時、彼の演奏には大きな変化がありました。それは目線の高さ。中学時代の演奏では目線は普通に鍵盤を見ています。これはピアノ演奏としてはごく自然な目線。しかし高校卒業後の彼の演奏では鍵盤を意識的に見ないようにして目線を高く保っていることがわかります。これは弾き語りの目線。意識を歌に集中するための目線。藤井風は将来的な弾き語りに備えてこの頃から意識的に目線を上げるトレーニングを積んでいたのだと思います。そしてこの特殊なトレーニングが彼のパフォーマンス能力を爆上げします。この宇多田ヒカルメドレーもそんなトレーニングが生んだ傑作の一つだと思います。なんといっても圧巻なのはメドレー最後の曲「光」に差し掛かったこの場面。何が起きたかお分かりになりましたか？曲のブレイクの頭で瞬時に照明を消し、ブレイク終わりに合わせて照明を戻して演奏を再開しています。あまりの想定外の動きに初めて見た時は本当に唖然としてしまいました。これまずシンプルに難しいです。特に照明を戻して演奏を再開するところの難易度はやばいです。ピアノが弾ける方はぜひ一度やってみてください。想像よりはるかに難しいことが体感できるはずです。ではここで宇多田ヒカルが歌う原曲のこのブレイク部分をちょっと確認してみましょう。原曲のこのブレイク部分、波形データで見るとほぼ完全に無音であることがわかります。これはミックスの過程で意図的に無音状態にしているということ。つまりこのブレイクには重要な意味があるということです。完全なる静寂。そして目が覚める真夜中にというリリックを合わせて考えたとき、あの照明の演出が曲への深い理解から生まれた表現だったということがわかります。単なるサプライズではなく、ちゃんと曲の解釈に裏打ちされたものだということが本当に素晴らしいです。
Say my name, say my name. If no one else around you, say baby I love you. If you've been right again, say my name, say my name. アレンジの素晴らしさ、そして演奏クオリティの高さ。この2点においてこの動画が突出して素晴らしいです。ラップ曲に匹敵するような大量の英語リリックをハイスピードで歌いこなさなければならないボーカル難易度の高さ。そしてグルービーなピアノバッキングはもともと藤井風の得意分野とはいえ、この曲でのバッキングはちょっと神がかってるレベルで素晴らしいです。さらに最大の見せ場は間奏部分。ショパンの幻想即興曲が引用されているのですが、まずは実際の幻想即興曲ちょっと聴いてみましょう。曲の感想などでクラシック曲を丸ごと引用する手法は割とありがちですが、このアレンジでは左手のグルーヴを維持したまま幻想即興曲の右手のフレーズだけを曲に融合させています。これだけでもすごすぎるのですが、さらにこの演奏、なんと幻想即興曲の本来のキーとは異なるキーで演奏されているのです。クラシックの難曲においてキーを変えて演奏するというのは、ポップスのコード弾きにおけるキー変更とは難易度のレベルが違ってきます。幻想即興曲のような難曲を弾きこなすには、それぞれの音をどの指で弾くのか、その指使いが超重要になります。これが幻想即興曲の楽譜ですが、音符の上に数字が書いてあるのがわかると思います。これは親指から順に1、2、3、4、5とした上で、その音をどの指で弾くべきか示しているのです。演奏者はその指使いが無意識にできるようになるまで徹底的に練習して体に覚え込ませます。キーが変わってしまうと、この指使いがリセットされてしまうのです。今回幻想即興曲の原キー C シャープマイナーに対して G マイナーで演奏しているのですが、これはキー変更の中でも特に指使いの変化が大きく、その分難易度も上がっています。しかし藤井風は難なくこれを弾きこなしています。この動画での藤井風は揺るぎない自信に満ち溢れているように見えます。おそらく圧倒的な練習量によって日々自分の成長、確かな手応えを感じていたのではないでしょうか。2017年8月25日、この日、テイラー・スウィフトのニューシングル Look What You Made Me Do がリリースされました。リリース初日、Spotify での1日のストリーム数が当時の世界記録を更新。そして藤井風がこの曲のカバー動画をアップしたのはそのわずか3日後のことでした。藤井風が突如ボーカルを披露した伝説の動画としてファンの間では有名ですが、この動画を理解する上で一番重要なポイントは、これが事前に準備されたものではなく、全てが突発的だったということです。本人もまさかこのタイミングで弾き語り動画を出すとは想像もしていなかったはずです。ではこの動画の最重要シーン、間奏でのセリフ部分を原曲と交互に見てみましょう。Sorry, but the old cousin can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Why? Cause it's dead. このメッセージこそが初めての弾き語りにこの曲を選んだ理由。選んだというよりむしろこの曲が藤井風の背中を押したというのが正確な表現なのだと思います。過去の自分は死んだというテイラーのメッセージが彼自身に大きな一歩を踏み出す勇気を与えたであろうことは想像に難くありません。ずっと歌う人になりたいと思ってて、思いがついに現実になる。その喜びと興奮から彼はいわゆるゾーンに入ったのだと思います。ボーカルだけでなくパフォーマンス、アレンジ能力、あらゆるものがこの曲で一気に開花した印象があります。まずパフォーマンスから見ていきましょう。特に印象的なのは目線のコントロールです。
check it once, then I check it twice. Look at you make me do, look at you make me do, look at you just. この曲のパフォーマンスで一番驚いたのがこの部分。Why? Cause it's that. Look at you make. まず演奏途中で鍵盤から完全に両手を離すのは非常に勇気のいるアクションです。それを踏まえてその直後をご覧ください。この状態から手を鍵盤に戻すのに全く下を見ません。これはさすがに驚きました。曲の一番重要な部分を徹底的にスタイリッシュに決めるという強い意志を感じました。次にアレンジ名を見てみましょう。この曲ではメロディー、リリック、コードのすべてを改変していますが、わずかな改変で最大限の効果を引き出しています。曲の全体構成がこちらです。先ほど見ていただいたこの曲の最重要シーンは、この赤で囲った間奏部にあります。間奏部分が曲の盛り上がりのピークとなるように、その直前、ブリッジの終わりの部分でコード、メロディーを一気に変化させて視聴者を引きつけています。詳しく見ていきましょう。I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actor starry in a nightmare. ブリッジ部分はこの4小節のフレーズを3回繰り返す形になっています。ここまでがその1回目。I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actor starry in a nightmare. 原曲は藤井風には似つかわしくないほど単純なコード進行なのですが、このブリッジの3回目の繰り返しで満を持してコードを改変します。さりげない変化ですが、ここまで耐え忍んだ分、効果は絶大で曲が一気に動き始めます。I don't trust nobody and nobody trusts me. それに連動してメロディーの最後を高音のロングトーンに改変して歌い上げ、盛り上がりが一気にピークを迎えます。I'll be the actor starry in a nightmare. リリックの改変にも触れておきましょう。ブリッジ部分のリリック、繰り返しの最後がバッドドリームからナイトメアに変わっています。これはメロディーをロングトーンで歌い上げるのに、口を閉じて終わるドリームでは都合が悪く、口を開けて歌い上げることのできるナイトメアに変更したというのが僕の見立てです。このようにコード、メロディー、リリック、それぞれの改変が明確な理由のもと、効果的に行われていたことがわかります。時差を考慮すると、実質動画アップまでの時間は2日程度。その短時間でこのクオリティに仕上げたことこそが、この動画の最大の衝撃です。You're all alone, you're fixing ramen. 藤井風デビュー前動画はどれも素晴らしいものばかりですが、衝撃という意味ではこの動画が圧倒的1位です。このパフォーマンスがいかに奇跡的でありえないものなのか、世の中に全く伝わっていないので、全力でお伝えしようと思います。東京事変による原曲、能動的3分間は、曲のタイトルが示す通り、曲の長さが3分ちょうど、曲のテンポが BPM120。これは1分間に120拍という意味で、1拍が 0.5 秒ちょうどというテンポ設定です。そして藤井風のカバー動画も長さが3分間ちょうど。イヤーモニターも使わず、途中様々なアクションも織り交ぜながら、弾き語りでこれを実現するのは奇跡という言葉でも足りないくらいありえないパフォーマンスです。まず、プロのドラマーでも特定の BPM が要求される場合、100% イヤーモニターを使用します。この場合のイヤーモニターは、イヤホンなどで機械による正確なテンポの音を聞きながらプレイすることを言います。プロのドラマーにイヤーモニターなしで BPM120 でお願いしますなどと言えば、打ち切れられるのは確実です。そしてピアノ演奏で特定の BPM をキープするのはドラムよりさらに難易度が高いです。リズム以外にも考えなければならない情報が大量にあるからです。さらに、ボーカルも加えた弾き語りとなると、ピアノ演奏のみの場合とは比較にならないほど至難の技になります。歌を歌うときはどうしても歌が思考の中心を占めてしまいます。ピアノすらおろそかになってしまうわけですから、リズムキープという意味では最も難しい演奏スタイルと言えます。BPM をキープすることがいかに繊細なものかを体感してもらうためのテストをしてみましょう。今から藤井風優しさのイントロ冒頭をテンポを変えて2回流します。この2つのテンポの違いがわかるでしょうか。まず1回目、こちらを A とします。次 B の方を聞いてください。
A は BPM120、能動的3分間と同じテンポです。B の方は BPM121、BPM を1だけ速くしました。この違いだけで3分の演奏後約 1.5 秒ずれてしまう計算になるのです。では実際にはこの動画の演奏はどの程度のズレがあったのでしょうか。この動画と BPM120 のクリック音声データを照合してズレを調べてみました。照合の結果は想像を超えてました。演奏完了時、つまり3分到達時の時間のズレはおよそ 0.2 秒。演奏中最もずれた瞬間でも約 0.3 秒のずれにとどまっていました。BPM に換算すると 120.13bpm。先ほどの聞き比べテストを思い出していただければ、この数字がいかにクレイジーかがわかると思います。はっきり言って人間技ではありません。この動画に BPM120 のクリック音、4拍子のカウントも表示してみましたので、実際に見てみましょう。You're all alone, you're fixing ramen, you pour hot water in. Well, tonight, and behind, spin around. Don't look back, brother, get it on. The dead on your turntable, I'm bopping around. しかし何度繰り返し見ても、このパフォーマンスだけは未だに信じられません。この解説でこれがいかにありえない神業か少しでも伝われば嬉しいです。トップ5元動画へのリンクは概要欄に貼っておきます。ぜひ元動画もご覧になってください。音極道でした。